3月11日はどこにいましたか3月11日は職場のある塩釜にいました。勤務中だったんですか？はい、そうです。避難の仕方とかは特に決まってなかったんですけど、地震が起きた時は、あれですね、一応机の下に隠れてみました。地震の揺れが長かったので、避難経路を確保するためにお店のドアを開けて、揺れが収まるのを待ってたんですけど、そのうちに津波警報のサイレンが鳴って、建物の警備の方に海の波がすごい勢いで引いてるから避難してくださいって言われて、すぐ2階に避難をしました。親戚の人たちが20人ぐらい家に避難していたので、4家族20人で自宅で生活していたので、そうですね、家のライフライン復旧するまではそうですね、いろいろ水をもらいに行ったりとか食料をもらいに行ったりだとかしてました。親戚の方はどのぐらいいたんですか？大体1ヶ月くらいは一緒に共同生活をしていて、ただ昼間はいいんですけど、夜寝る場所が布団も20人分ないし、夜寝る場所がなかったので、若い私たちが夜だけ避難所の場所を借りて寝に行ったりとかしてて、でも電気が復旧してだいたい1ヶ月ぐらいで皆さん自分のお家に帰っていったんですけど、あとは床上浸水だったりとか結構みんなのうち水が入ってたので、掃除が終わった段階で戻って、それぞれの家族がそれぞれの時期に戻っていきました。家はもう完全に土台しか残ってない状態で、たまたま3月11日は七ヶ浜の外にいたので助かったんですけど、だから家のものとかも何も持ち出さずにいたので全て流されてしまった状態で、その後は七ヶ浜の公民館の避難所でしばらく生活をしていて、で仮設住宅が建ってから仮設に入ったんですけど、やっぱりすごい目の前が菖蒲田海岸で、津波を見てないからかもしれないですけど、やっぱり同じ場所に家建てて住みたいって言ってます。私たちにはやっぱり生まれ育った場所に住みたいって、海の仕事してたので海の近くに住みたいって私たちにも話してくれますけど、そういうふうに反対運動みたいなことはまだそこまでの元気はないと思います。おばあちゃんが津波の被害のあった場所にもう一度住みたいっていうことに対してどう思いますか？半々なんですけど、やっぱり海の仕事していて、いつも海で働いてる姿とかも見てたし、自分も海が好きだからおばちゃんがそういう風に言うのはすごいわかるんですけど、やっぱりまたああいう大きい津波が来
来ないかもしれないけど来るかもしれないから、できれば高台っていうか、その津波の被害がないような場所に住んでほしいとも思う半々ですね。その身の回りの人の意見としても半々っていう人が多いですか？なんかすごい悩むところだと思います。結構その近くに住んでる隣のおばちゃんとか、その勝負田付近の人たちも、みんなではないと思いますけど、やっぱり離れられないっていう人たちもたくさんいるし、なんか難しいですね。七ヶ浜は結構早い段階からビーチクリーン運動っていうのをやってたんですけど、参加はされました？参加したかったんですけど、土日にやってたやつですよね。参加できなくて、でもそう勝負田海岸に関してはそういうクリーン運動とかがあったから、あとはサーファーの方たちだったりとかがこう片付けに来てくれたりとかしてて、ちょっと最近下に降りてってないので分かんないですけど、結構道とかも早い段階で綺麗になっている印象はあって、ただもっとその奥の花淵浜だったりとか吉田浜だったりとかっていうところはもうまだ結構まだ結構そのままのところもたくさんあって、その七ヶ浜ってもともと小学校の教育でビーチクリーンをやってたっていう話もあってない？わかんない。砂の造形は作ったりとかしてましたね。じゃあその授業でかなりこう普段の生活から海を関わってた。近いので、授業で海に行くっていうことがなかったにしても、普通に友達と遊びに行くときに一番近い遊び場が海。でもどんな災害が来るのかわからない。これから津波かもしれないし、その大雨で土砂崩れとかもあるかもしれないし、やっぱりどんな災害に対しても避難をできるような、個人意識も大切だし、町だったり市だったりがちゃんとマニュアルみたいなのを作るのも大切だと思うし、どこにいても何があるかわからないから、考えていたい。そうですね。なんかやっぱりすごい今回津波の被害が大きくて、すごい最初海大好きな場所なんですけど、海に降りてくのもすごい怖かったし、怖かったんですけど、ちょっと時間が経ってもちろん津波はすごい怖かったですけど、やっぱり海好きだなって思うし、海の町だからやっぱり仕事とかも海関係の仕事が多いし、そういうところから
こう復興していかなきゃいけないと思うから、すごい海の津波ですごい被害大きかったけど、またなんか海嫌いにならないで、前よりもなんだろう、前よりも素敵な海の街になればいいなと思ってます。